バレたいです。頑張ってください。マジで応援してます。頑張ってください。すげえよ。まあ嬉しいですよね、こう声かけてもらえるのは。だけどちょっと恥ずかしいが勝つっすけど、あんまこういうのは得意じゃないんで、試合で見せるのは得意っすけど。多いしょ。小中一緒です。小中一緒です。有名人な人で、はい、もう周りにファンがいっぱいいるので。やんちゃで先生にいつも怒られてるみたいな。いやでも殴りとかはしてないですけど。卒業アルバムに「ライジン出るから」みたいな書いてたからあーすごいな。誕生日いつでしょ3月8日です。まだ飲めないです。我慢して。いいね。秋元京馬19歳です。この先10年のライジンを背負う時代の大物。11月3日ライジンランドマーク in 神戸。萩原恭平との血まみれのどつき合いから58日です。俺は違うんだぞってのを見せたいっす。秋元京馬大晦日緊急発進です。グラップリングバウンサーリー・スグルです。2022年7月からは圧巻の5連勝も挙げています。未来を担う逸材を食らえば一気に形勢逆転です。19歳秋元対する34歳のニースグルです。さあ第1ラウンド、まずはこのスタンディング打撃の攻防。右足前サウスポーがその19歳秋元、そして背中がニースグルです。寝技でもよかったんですけど、自分の得意の部分で戦うっていう。ワンツー速い。パンチのスピードがやっぱ速かったんですけど、入れそうだなっていうのがあったんで、自分が行って下振りましたね。ワンツースリー、さあ出てくる、これです。いやいなしたうまく右入れてきた。しかしバックステップしながら右のフック入れ替わった。ステップがうまい。触らせませんね、秋元選手が。オッケー。すごいいい。めっちゃ落ち着けたっすね。試合感が全部短かったんで、なんか試合に慣れしたというか。こう想定内でもう少し自分からもっともっとっていう練習したんですけど、1回で終わっちゃってたんで、しっかり距離をなんか制してるっていうか、秋元選手が。ボディから右のフックにつなげた。パンチ出さすしかなくしてのタイミングだったんで。いやここ前いけるか。一発目の方が結構感触あって、多分その蓄積があったのか、2つともいい当たり方をしています。19歳でこのレベルはちょっとね、とんでもないです。かっこいい選手たちがいる素敵なところでチャンスをいただいたのに、こんなかっこ悪い姿を見せてしまったので、申し訳ないなって気持ちだけですね。秋元京馬です。斉藤選手、正直あそこでの欠場は男じゃないなと思ったんで、まだヤーマン選手も間に合わないと思うんで、来年のどっかで秋元 VS 斉藤お願いします。ありがとうございました。斉藤選手のことはめっちゃ好きですけど、ベルト持ってた人としては違うんじゃないかなって思っちゃったです。さっき控え室でこう
うやってやってもらって、はい、まあ、みくるさんも今もう集中してるんで、あんまこう邪魔しないで受けてくれれば、まあ、3月が斉藤選手で、夏頃クレベル選手、俺とかタイトル頑張ります。イエーイ、レッツゴー。シェードライフに挑めるように頑張ります。はい、俺ならできるんで。10代最後の戦い、勝利で締めくくりました。2026年が楽しみです。さあ両者が向き合いました。近い距離になっています。何かおっと頭をつけている。スタッフ離してください。手を出さないように、手を出さないようにしてください。いやお前がやってきたことはただのおままごとだよって話です。ごっこやってきたからあいつはごっこの世界で生きがってるだけじゃないですか。1ラウンドで失神 KO。お前来いよ、ここ来たらぶん殴ってやるよ。お前が来いや。いやお前が来いよ、お前が来いや。今日は手を出さないようにしてください。止めてください、止めてください。ジョリー選手、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 気をつけてください。あいつが俺の射程圏内に入ってきたのが悪いです。真鍋選手、ジョリー選手、初ライジンの試合、この試合の見どころを教えていただいていいですか。まあ喧嘩でしょうね。最後までなんかちょっとかっこいいこと言おうとしてしまった。普通にジョリーが勝つと思う。ブレイキングダウンからの異邦人が来訪。安保一家のマッドガイ、ジョリー。東海アマチュアシュート選手権で優勝、さらに全日本アマチュアシュート選手権にも出場しています。正真正銘 MMA の下地を持つ男です。人生のどん底ってところだったんですよ。ジョリーの未来を潰そうとしています芦澤流星。今回ブレイキングダウンのやつらにも、ここはお前たちの来る世界じゃないんだよ、ライジンはお前たちよりもっと格闘技をやってるやつらが頑張っても出られない世界、お前たちが出られるわけがないんだよと言いたい。笑顔を見せていますこの芦澤流星でありますが、まずスタートはどうなるか。第1ラウンドになります。そして左フックから、そして最後のパンチ。これがすごい効きましたね。これとある日本人 USC ファイターからちょっと教わったんですが、釣谷レイ選手、これすることで打撃かな、タックルかなって思ってる間にもう打撃当たるんで。そして左フックから、そして最後のパンチ放っていったジョリー。組んでいきました。そして上を取ったのは、もう目の前にここに膝があったんですよ。これを軸に上取ろうと思います。得意な足に持っていこうとしています。持ってる持ってる持ってる。続きました。今足が上。しかし今度はアームバーガー。おっとこの態度はどうか。アームバーガー。なんとジョリーが狙ってましたね。最初から組みついて、下から足間狙って、でそこ対処されてもすぐ腕狙いに行って、いやーこれはやってないとできない流れですからね。もともと MMA の下地はある男ですからね、簡単にできることはないですね、この今の流れは。なんと1ラウンド25秒です。安保選手泣いてますね。2015年嫌なこといっぱい出ましたけど、最後よく締めれてよかったです。ありがとうございました。マジか。寝技か。いやちょっとマジか。まあもうしょうがないわ。いやどうしよう。よかった。うわ、相手方のセコンドに挨拶するの忘れてた。今行きますか。浅田選手、今回受けてくれて本当にありがとうございました。メリットがありました。
いやーマジでおめでとう。やったらやっちゃいましたね。しびれました。おめでとうございます。スターの2026年を過ごしてください。はい、ここからスタートです。はい、スタートは僕が朝倉未来さんの YouTube を真似て喧嘩自慢っていうのを始めた時に、大阪喧嘩自慢の中の一人として来たんですよ。でその時に、十何人いたんですけど、愛の力です。こっち取った方がいいと思います。はい、こっち取った。いろいろね、波風というの一番いい夢のつかみ方でをした旦那が誇らしいです今は。そっちの方が人生面白くないですか？俺は悪いことっていいことだと思うんですよ。悪いことある分絶対いいこともあるんで、これぐらいの波よりも絶対こっちの波の方が面白いんですよ。お久しぶりです。帰ってきました。凱旋ですよ。ニューノアウェイを見せるんじゃないかなと思ってますよ。ライジンの舞台から遠ざかっていたベイノアでしたが、アメリカ LFA に参戦してついに覚醒。2試合連続のファイトボーナスも獲得しました。あの時のベイノアではもうありません。代打出場は任せてくれ。現ライト級キングオブパンクラシスト最下位安保を達也、支えてくれる家族のために降って湧いたビッグチャンス。初めての大晦日決戦、ライジン初勝利で全てをひっくり返します。ダゲスタン軍団がいるところでしっかりレーシングの練習してきたと思うんで、そうですね、タックルという武器も手に入れました。そうですね、これ打撃だけでいくとね、本当に才加選手 KO 率 92%、腰から少し落ちた。一発もらっちゃったっすね。本当に1ラウンドキラーって言われてる通り、やっぱり最初が強い選手で。杉山さんちょっと聞いたかな今。そうですね、才加選手リーチ長いですからね。ベイノア選手もいつも長い方だと思うんですけど、さらにこんな日本人と長い人いないですからね。殴り合いましょうって言ってくれてたんで、本当かよと思いながらも結構殴り合ってくれたんで、今日は殴り合う日だなと思って。レオナ回る、一回組んでもいいぞ、一回組んでもいいぞ。左のカーフからこれがベイノア、さあテイクダウン、武器立ちましたね。タックル来るなとは思ってやっぱ来たんで、でも対処できたんですけど、ちょっと組まれた時疲れましたね。テイラー選手効いてますね。ちょっと効いた。ちょっと効きましたがね。最下のパンチ。ここけど下がりたくないベイノア選手は。ベイノア少し効いて回復を待っている。いいですよね、プレッシャーがいい。プレッシャー素晴らしい。コーナーに追い詰めた。当たってる感じはしたんですけど、なんかやっぱ思ったよりタフでしたね。上下。見えなかったですね。後から見て何もらったか分かった感じでした。信じらんない。信じらんない。殺すわ選手。マジか。ちょっと本当ごめんなさい。謝らなくて謝らなくて。絶対戻ってきて。頂点取るまでやめれないんで絶対やり返しますよ、このライジンのリングで。はい。それだけです。おす。4年前にからちょこちょこ出させてもらって、何回も弾き返されて、それでも諦められなくて、今日やっと勝つことができました。もう35歳になっちゃったよ。見事にノックアウト勝利をものにしました。やったー！やったー！先輩やったよ。そうです。はい。もう見事な勝利でしたけどね、どうですか、間近で見ると見てますけど。憧れました。かっこよかったです。この前でなんか情けねえ姿見せれねえじゃないですか。
僕の強さ少しは今日は見せれたかなと思います。継続戦も参戦させてください。はい。RIZIN 4戦目掴んだ初勝利、見事にノックアウト勝利をものにしました。4日ぐらいに家帰った時に第一声で「お前倒れてんのダッサー」いとこの一番ちっちゃい女の子、RIZINを今まで作り上げてきたレナ選手との試合っていうことで最大限盛り上げようと思って頑張ってたんで、ありがとうございます。とりあえず大晦日ずっと逃げてたレナ選手ぶっ倒したいと思います。ありがとうございます。寒いのにありがとうございます。勝ってツアーまみろって言いたいんで。1ラウンドで終わります。自分だけしか見せない。あれレナ選手何しに来たのかなって。なめ腐っとってもらっていいなって、負けるだろうと思ってくれる。タイトルだけじゃないプライドもかけた戦いを迎えます。強川クイーンがついに10年の時を経て初めての王座挑戦。口の悪い最強女王に拳の弾丸をぶち込んで2026年は名実ともに主役の座へレーナ復活。本当にプロだなって思いますね。そのカメラに抜かれた時、入場の表情とかめっちゃいちいちうまいなって思います。初めて怒りの感情を持って戦いに臨むことになりました。絶対女王伊沢聖華が3度目の防衛に向かいます。レーナの絶対負けないを全否定しに行きます。女子スーパーアトム級タイトルマッチです。いよいよ女子頂上決戦です。めっちゃでかいです。階級が違うんじゃないかなっていうぐらい、もっと自分も大きくしていこうかなとは思いました。レーナ、おっとグータッチかわしませんでした。今度はレーナの方が拒否しました。これでもう全てが抜けてましたね作戦の。公開計量とかまでは結構パフォーマンスみたいなイメージでこう自分もこう肩触ったりとかしてたんですけど、このリングに入ったらもうスポーツみたいな、自分の中でだから柔道でいうと初めの礼みたいなイメージの最初のグローブタッチなんで、なんかそれをされないっていうことを想像してなくて、もうそれでもう作戦がポンってどっか行って、もうこっからはずっとあれグローブタッチしてないのはあみたいな、一枚上手ですね。やっぱり頭の中ハテナとイライラマークがいっぱいですよ。さあまずは第1ラウンドになります。最初から目離せないですね。そうですね、一撃を持っているレーナ、何を持ってくるか。左のジャブボディに放っていこうとしています。前に放っていったのは伊沢聖華になります。久しぶりの試合でやりたかったことはできたけど、当たりましたね。ミルコ・クロコップのような戦いをしたいという話をしていたレーナではあるんですが、そのレーナに対して伊沢は今回見えなかったです。グローブタッチって思ってたらもらっちゃったって思って頑張んなきゃって思ったけど、まだいるみたいな。で結構パンチはすごい重かったですね。めっちゃ湧いたと思いましたね。多分今大会一の声援的には一番湧いたシーンじゃないかな。今回終わった、よっしゃーって頭にベルトが浮かんだんですけどあそこでいけたら絶対勝ってたと思うし、でも躊躇しちゃった自分がいるんで、まあでもそれは彼女の得意のやっぱグラウンドになるんであれですけど、でもあそこでいけたらやらない選択。蹴ったら蹴り返してくれるって最初の方で分かったんで、蹴ってちょっと体力とかを戻して一回冷静になろうみたいな、もらいながらでいいからって感じでしたね。
伊沢がダウンしたっていうね。ちょっとやばかったですね、完全にダウンしましたよね。そうですね。いやでもすごい伊沢選手も立ち直して、レーナ選手の組みに行きますね。シングルレッグに入っていきました伊沢。していきました。後ろに倒していきました。さあここから寝技に持ち込んでくるでしょうか伊沢。足があんまり効かないですよねレナ選手。足のうるささがなかったんで、もう丁寧にって感じでしたね。セットアームバーに入るでしょうか。今マウントポジションです。マウントポジションにはなりました。左のパンチを放っていきます。落としていきますバウンド。殴られた分殴り返さなきゃ。この時にもうレナ選手諦めてるなって思いましたね。この寝技で殴ってて試合を捨てたような感じでしたね。パンチを連打、動きを止めるかどうだ。ちょっと効いてますよね。今背中を向けたところでありますレーナ。首一方バックを取っている伊沢がやめきっとチョークだ。バックチョークに押し込んでいこうとしている。石橋まだいた最後シリーズゲームジュリア決めるかそれとも変えるかどうだ。第1ラウンド宮崎キングチョーク。第1ラウンドが終わりました。もうやることをちゃんとやろうって反省しました。さあ2ラウンドに入りました。すぐ組んでくるかもしれないですね。そうですね。伊沢選手組んだらいけるという気持ちになったかもしれません。そしてしっかり右のパンチから左フック。組もうって思った時のが打撃がいいですよね。自分って明らかに乗りますパンチが。後ろに崩していったテイクダウンです。選手素晴らしい。絶対組みに来るっては思ってたんですけど、サイドに回るでしょうか伊沢。ですね。ここあと4分あるので、そしてノースサウス。ノースサウスからの首の決める技とかちょっといろいろ狙ってたんですけど、あんまり対応良くなかったんで起こしてきてあげてフロント決めたって感じですね。耐えれんかった。そっからの流れが早かったっていう感じですかね。一本勝ち。強い。素晴らしい。レーナを相手にピンチに見舞われましたが見事ギロチンチョーク一本勝ち。3度目の防衛に成功しています。女王伊沢聖華。いけてたよかったいけないけない久しぶりの試合でやりたかったことはできたけどやりきれなかったですね。これ取ってヒロインになりたかった本当にあともうちょっとだった。多分ベルト取ったら物語完結で終わりでいいんじゃないかなっていうふうに思ってた自分もいたんで、銃殺されてたらもうやめますってやめてたのに取れてたかもしれん。もう悔しすぎる。もういやでも本当にやっぱ伊沢さんに対抗できるのは私しかいないって証明はできたと思うんで、今このままやめますとは言えないんで、もうちょっとだけ頑張りたいんでまた応援していただけたら嬉しいです。強くなって帰ってきます。ありがとうございました。人間レベルが低い、負のオーラしか感じないですよね。ファイターとしては本当に尊敬してるんで、やっぱ強いし、だけどちょっとやっぱり嫌いは嫌いなんでまたリングで会えたらいいなって。女子格闘技つまんないとかトイレ休憩とか言われててすごい悔しかったんですけど、今回本当に
レナ選手あって今回の試合すごい盛り上がったと思うんで、レナ選手の一発もらったことでめちゃくちゃこの反響の残る試合になった自分がこのピンチになると結構会場も湧くんで嬉しくはないですけど、なんかやっぱ自分が負ける時が本当に女子格のこう一番の盛り上がりになるんじゃないかなっていうのを最近感じてます。はい倒れたのパンチ全然分かんなかったです。結構飛んだんで。あ、飛んできたんだ。飛んできたし、意識も飛んでた。どっちも飛んでたよ。ダジャレみたいな。まあ鬱憤は溜まってますよ。大御所ですとか言ってクソだって頑張りました。長い仕事でしたね。ようやく終わったんで、また次に進んでいきたいと思います。伊沢の試合がこんなに注目されたのは初めてじゃないですか。レナがいたからそういう注目を集めることができたわけで、やっぱりレナっていう存在感を僕らも思い知ったし輝いてたよね。伊沢から学ぶこととやっぱりレナから学ぶこと、これは両方から学ばないと女子格に未来がないんですよ。女子格闘技本当これからだなって思ってるんで、もっともっと盛り上がってほしいです。52キロ級って、ね、もう UFC の中でもパッとしないんだわ。女子の格闘技界のストロー級でなかなかもう他の団体、世界の団体も52キロの階級をやめて49に落としてライジンのスーパーアトム伊沢製菓を食いに来ようと思ってる海外勢が結構多いんだ。伊沢さんが新たなチャレンジに向けてまた海外勢と戦う機会っていうのは増えるのかなと思う。2026年も伊沢製菓は女王として君臨し続けます。